basically a far-right Japanese YouTuber made a video about me, basically stole a sign from a reenactment troupe in Japan. And that's actually like pretty common, because when you're working with such a large team of artists, sometimes they're just sort of given the direction to Google things, and people make mistakes. I've done consultant work under Sweet Baby Inc. and I've written for Polygon and IGN, and those are apparently like the three big alt-right flags. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、先日お届けしましたアサシンクリードシャドウズに関するニューヨークタイムズの記事の騒動に関してです。いやー、あれからですね、あの記事の中でね、謎の批評家いましたね。日本人の名前を持つ橋本和真氏という人物が出てきました。この人物はですね、このアサシンクリードシャドウズを日本人は受け入れている。そして日本語でされている批判のコメントというのはGoogle 翻訳されたものなんだ。つまり、これは日本人ではない、外国人からの書き込みなんだと暗に言ってるわけですね。つまり日本人というのは、このアサシンクリードシャドウズに対して何とも思ってないんだよ。このようにですね、これ見てらっしゃる方だったらわかると思いますが、もう明確なデマですよね。おそらくこれを見てらっしゃる多くの方、怒ってるでしょ？皆さんは日本人ではないということになってしまいます。これをニューヨークタイムズに対して言ったこの人物、なんと UBI とスイートベイビーインクの関係者だったんですね。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。先日ですね、アサシンクリードシャドウズに関しての記事をニューヨークタイムズが出しまして、この内容がですね、本当にひどいものだったという話題をお届けしました。この中でですね、橋本和真氏という、この記事の中では、ビデオゲーム業界のコンサルタント兼翻訳者とされていた人物ですが、この方がこのニューヨークタイムズの記者に対して、このアサシンクリードシャドウズを日本人は好意的に受け入れていますよ。批判されているコメントというのは海外からのものなんですと言ったこの人物、本当にね、全く誰だかわからなかったんですね。で、これに対して前回の動画もそうですし、 X でも一体どういう人物なのか知ってる方いたら教えてくださいねとお願いしたんですね。するとこれがですね、続々と集まってきました。皆さんほんとすごいですね。もうあっという間にですね、大量の情報というのが寄せられまして、それをね、まとめたものがこちらになるんですが、この方はですね、なんとあのスイートベイビーインクでフリーランスとして働いていた時期がありまして、さらにね、ここにありますが UBI とスクエニのコンサルティングをやっていたんですね。ですのでビデオゲーム業界のコンサルタントというのはおそらくこのことを言っていたんですね。そしてその他にもですね、こちらね、フリーランスとしてポリゴンや IGN へ執筆していたということはですよ、少なくともあのニューヨークタイムズの記事ではこの UBI については全く言及されていないんですね。もうこれダメでしょ。だって UBI のゲームについてどうなのかというのを発信しているわけだから、しかもこれだけ物議を醸している内容です。業界の関係者だというなら中立な発言だと思うじゃないですか。違うんですよ。もうバッキバキの関係者だったというわけなんですね。で、これはですね、橋本和真氏のリンクドインにも書かれていましてね、ここスクエアエニックスと UBI ありますね。ここでコンサルティングをやっていたと。そしてこちらがね、本人の X アカウントですね。そしてね、その同様のリンクドインにはこちらね、スイートベビーインクですよ。2020年2月から2023年4月まで3年3ヶ月フリーランスのナラティブデザインコンサルタントとして働いていました。このように書かれているんですね。じゃあもうダメでしょ。このスイートベイビーインクというのはクライアントが UBI だというのももう分かってるんですね。公式サイトに書いてありますから。だから2つのラインでこの UBI と橋本和真氏は繋がってるんです。だからあの記事内では UBI の関係者だというのを明記しなければフェアじゃないんですよ、本来。そしてですね、このポストでね、ちょっとした騒動になりまして、この後ね、こちらね、鍵をかけましたよと言っていますが、現在ですね、このようにプロフィール写真を変えてね、鍵垢になっています。そしてね、プロフィールも若干変えたようですね。ハーフだとかクイア、ヒー、ヒン、このような記載はね、すべて消えているというような状況になっています。でもね、ライターさんっていうのは通常、自分の言葉にね、責任を持って発信するんですよ。なんで鍵垢になってしまうんでしょうか。でですね、その後もね、続々と様々な情報というのが寄せられまして、もうね、皆さん本当にありがとうございます。魚一匹だとね、できることに限界がありますので、もうね、皆さんからの情報提供ね、ほんと助かります。で、X から姿を消したこの橋本和真さんですが、その後ですね、Twitch で配信をしているんですね。この方ですね、VTuber もやっておりまして、そこではですね、日本のね、極右の YouTuber が本当にどうしようもない動画を作ってハラスメントを受けていると、このようなことを言っているんですね。その他にもですね、いろいろ話をしていたようです。でね、この YouTuber は自分の動画を作って拡散しているんだというようなことを言っていたんですが、これ誰のことを言っ
ってるんですかね。少なくともプクタはこの橋本さんに関しての動画作った覚えがないんですけどね。ニューヨークタイムズの動画なんでね、そもそも存在すら知らなかったので、なんですがね、そこまで言うんであれば、これを作ってね、橋本さんのね、これまで書いた記事というのを日本の皆さんにね、ご紹介したいと思います。でね、ちょっとその前にお断りですが、この橋本さん、ライターの他にもね、このように VTuber だとか、いろいろな活動をしているようなんですね。くれぐれもそういったところにとつってね、罵詈雑言を浴びせるみたいなことは本当やめましょうね。これ振りじゃないですよ。本気で言ってます。そういうのはやめましょうね。誹謗中傷はなし。あくまでも言論で戦いましょう。それがね、こちらにありまして、ちょっとね、内容を見ていきますと、これね、すごいですよ。集まれ動物の森と日本の植民地主義。こちらね、コロニアリズム、以前ね、キーワードで勉強しました。植民地主義と、ここまで読んで、これが日本の植民地主義とどう関係しているのか疑問に思っていることでしょう。今日の日本は数多くの島々から成り立っていますが、ここで取り上げるのは北海道と沖縄です。北海道と沖縄には、それぞれアイヌ民族と琉球民族という2つの先住民が住んでいます。日本では、昨年、ようやくアイヌを先住民族と認める正式な法律が成立しました。ジャパンタイムズの報道によると、アイヌ民族はこの法律に対し、歴史的な差別を覆すには十分ではないと批判しています。この法律自体には重大な欠陥があり、アイヌの先住民族としての権利を認めていない一方で、アイヌ民族を観光資源として扱っているとされています。で、この記事ですね、あつ森の話なんか全くしていなくって、この調子でね、ずっと続くんで、部分的になりますが、ちょっとね、ご紹介しますね。これは特に重要な点であり、現在の与党によって、日本の歴史修正主義が今なお推進されているためです。日本の歴史修正主義、安倍晋三と彼の日本会議との関わり、自民党に関連するスキャンダルはあまりにも多く、ここで全てを取り上げることはできませんが、この記事では2018年に発生したスキャンダルの大部分が紹介されています。同様に、日本がかつて帝国だった過去や、日本の植民地支配下で行われた残虐行為に対する政府の謝罪拒否も認識することが重要です。任天堂がわざわざ無神経あるいは無知と受け取られるようなものを作ったと言っているわけではありません。ただ日本の植民地主義について、そして日本のゲームという文脈において、無人島を発見するという行為が、なぜ植民地主義と解釈される可能性があるのかを理解してもらいたいとお願いしているだけです。ということで皆さん、これね、あつ森をテーマにした記事ですよ。ね、すごいでしょ？大丈夫ですか？皆さんこれ、まだ続きますからね、ついてきてください。こちら、ポリゴンからの記事です。ね、ポリゴンで執筆してるって言ってましたね。ゴースト・オブ・ツシマ、黒沢、そして侍の政治的神話。ちょっとね、この記事もすごく長いんで、部分的に紹介しますね。これ全文じゃありませんからね。今日の日本の中道右派、及び極右政治家が、その規範について語る方法と、このメッセージは切り離すことができません。2019年、令和の到来を祝して、保守的な自民党は、ファイナルファンタジーのアーティストである天野義高に、日本の安倍晋三首相を侍として描くよう依頼した。中道右派と言われているが、自民党の多くの議員は、歴史修正主義に関与したり、これ言ってること全く同じでしょ？歴史修正主義に関与したり、全面的に支持してきた。安倍自身も外国人排斥的なカリキュラムを支持しているとされ、妻は反韓国、反中国のレトリックを推進する超国家主義的な学校設立に$9000を寄付したことが報じられている。皆さんこのポリゴンってゲームニュースメディアですからね。私はゴースト・オブ・ツシマが国家主義的な幻想を助長するために作られたとは思っていません。これね、論法がさっきのあつ森の記事と同じなんですよね。この構成が得意なんでしょうね。しかしゲームをプレイして感じたのは、複雑な文化を外部の視点から見て、古い白黒映画の単純化されたレンズを通して表現しているように感じたということです。ということでね、これほんと長いんでね、一部しか読めませんが、先ほどのあつ森の記事とこちらのね、ポリゴンのゴースト・オブ・ツシマの記事、これね、どちらも自民党や安倍元首相を絡めて書かれているんです。そういう思想を持った人なんですね。で、プクタはですね、人はどんな思想を持ってても構わないと思いますよ。その人のね、自由ですから。で、それをアウトプットするのも構いません。表現の自由がありますから。で、今回ね、あなたの思想は分かりました。ただ、その主語を日本人にして発信したらダメだと思いますよ。あなたはこうやってね、言葉を使う仕事をしてるんだから、恥ずかしくないですかってことです。でね、日本人を代表してるつもりなんかないと言っているようですが、であれば言葉のチョイスは間違えてるでしょう。ライターはチェックの段階でそれを指摘して直さないと。こういったウェブページがどういった人の手によって、どういった工程で作られて公開されていくのか知らないと思ったら大きな間違いですからね。フクタそれに関してはめちゃくちゃ詳しいんでごまかせないですよ。でね、もしこれに対して反論があるなら出てきてくださいよ。本当に日本人はアサシンクリードシャドウズを受け入れている。この根拠が明確にあるのであれば出てきて話してくださいよ。フクタそれちゃんと伝えますから。もう今回ですね、この件を受けまして、こちらね、もうすでに記事にもなっているので、今回の件が。今後ね、署名入りの記事というのは出しづらくなると思いますよ。このままでいいんですかってことです。そしてね、この橋本さん、鍵かける前にね、こういうことを言っていたよと、この方ね、スクショを共有してくれてます。ここではね、何を言っているかというと、
自分はね、アサシンクリードシャドウズのコンサルタントはしていないと言ってるんです。そうであれば利益相反になっちゃうでしょと言っているんですけど、こんなね、ストローマンが通用すると思ったら、大きな間違いですよ。誰もね、アサシンクリードシャドウズの開発に携わってるなんて言ってないんです。あなたは UBI ソフトと仕事をしていて、利害関係にあった人でしょと言われているんですよ。そしてこちらではね、一応自分は建物や鎧、こういったものに関しての不正確さ、これにね、人々は動揺しているということを言ったんだけど、掲載されなかった。これはね、ちゃんと掲載されればよかったなと言っているんですけど、そういう問題じゃないでしょ。この件によってね、今後ますます監視の目というのは強くなりますから。自分の意図した内容になっていないというのであれば、ニューヨークタイムズに抗議して修正してもらえばいいし、何も間違えたことを言っていないというのであれば、そのエビデンスを出すなり、ちゃんと説明した方がよろしいんじゃないでしょうか。